よろしくお願いします。これは1989年に発売された任天堂のゲームボーイのゲームです。当時、家庭用ゲーム機では PC エンジンやメガドライブが登場し、より高性能な世代への移行が始まっていました。そこに、ゲームボーイは8ビット CPU を搭載し、画面はモノクロで低解像度で挑んだのです。しかし、後のゲームボーイカラーまで含めたシリーズ累計販売台数は、世界で1億1869万台に達しています。今回は、ゲームボーイがどのようにして生まれ、なぜこのハードウェア構成が選ばれたのかを見ていきます。この動画では、ゲームの動きを見ながら、ゲーマーには正直どうでもいいような、プログラマーのビープで細かすぎる視点から、ゲーム機の設計を深掘りしていきます。なお、音声トラックを変更することで、別の声や言語で聞くことができるので、ご利用ください。今回は、ゲームボーイ開発の中心人物である、横井軍平さんの話から始めます。横井さんは、ゲーム&ウォッチを生み出し、後にゲームボーイの開発を率いることになる人物です。当時は任天堂の開発第一部で部長を務めていた横井さんは、次の商品として持ち運べる新しいゲーム機を構想します。当初、ファミコンのようにソフトを交換できる、持ち歩けるゲーム機という構想はありました。しかし、仕様を決める段階になると、横井さんは開発日程を優先し、ゲームを交換できないゲーム&ウォッチの延長として、1年ほどで商品化する案を選ぼうとします。本体に最初から一つのゲームを組み込む方式なら、そのゲームに必要な機能だけを用意すればよく、比較的短期間で完成させられます。しかし、この方針にハードウェア技術者の岡田悟さんは、時間をかけてでも、ファミコンのようにソフトを交換しながら長く遊び続けられるようにすべきと、強く反対したのです。岡田さんは、ゲーム&ウォッチなど、横井さんのアイデアを実際の商品へと仕上げる技術者として、二人三脚で多くのおもちゃを世に出してきた方なんです。最終的に、山内社長が採用したのは、岡田さんの案でした。経営側の横井さんの業績からの判断と、技術者としての岡田さんの判断は、どちらも立場としては間違ってはいませんけどね。山内社長も、その先にある可能性を見抜いていたからこそ、目先の業績を気にせず開発を進めるよう、横井さんと岡田さんの背中を押したのかもしれません。では、ここから実際のハードウェアについて見ていきます。最初は、ゲームボーイの印象を大きく左右する液晶画面です。ゲームボーイは、当時では一般的な TN 方式の液晶を使って開発されていました。しかし、試作機を山内社長に見せたところ、少し斜めから見ただけで画面が見えなくなるため、商品にはできないとして却下されてしまいます。TN 液晶は、もともと見る角度によってコントラストが変わりやすく、据え置いて正面から見る機器ならともかく、手持ちのゲーム機では、本体を少し傾けただけでも表示が見えにくくなるため、遊びにくかったのです。そこで採用されたのが、シャープが開発を進めていた TN 液晶の問題を改善する STN 方式の液晶でした。ただ、まだ新しい技術のため、画面が黄色や緑に見えたり、映像ムラがあり、さらに価格が高いという問題がありました。そこで任天堂は、すでに決まっていた本体の大きさは変えず、液晶画面だけを当初の予定より小さくして、コストを抑えることにしました。これが製品版で、画面の周囲に広い縁が存在した理由です。次になぜゲームボーイはカラーではなくモノクロ液晶を選んだのでしょうか。ゲームボーイの反射型液晶は外から入った光を背面の反射板で戻し、その光の量を液晶と変更板で調整することで明るさの異なる4段階の濃淡を表示します。しかし、カラー液晶ではカラーフィルターを通ることで光に色をつけるのですが、カラーフィルターで光が大きく減ってしまいます。当時の技術で十分な明るさを得るには、消費電力の大きなバックライトがほぼ必要だったため、長時間の電池駆動を重視したゲームボーイには、モノクロ液晶が現実的だったのです。
それから約9年の間に液晶技術や量産技術が進歩し、ゲームボーイカラーでは反射型 TFT カラー液晶を採用できるようになりました。次に CPU 周りの話です。当初はファミコンの技術を流用しようと理工製で考えていましたが、同時期にスーパーファミコンの開発をしていた開発第2部から、理工はスーパーファミコンに集中させたいと言われ断念したんです。そこへシャープが液晶とセットで自社のマイコンを売り込んできたのが、ゲームボーイ専用に作られたシャープ製の SoC、EMG CPU、LR35902 です。この一つのチップに CPU コアのほか、画像処理、音源、インターフェース回路などがまとめられています。とても簡素な基盤ですよね。CPU コアは家電用マイコンなどにも組み込んでいた SM83 という独自の8ビット CPU コアです。命令体系は Zilog Z80 にとてもよく似ています。Z80 の全命令の 68% が一致し、基本命令のみだと 95% も一致するんですね。レジスターも利用頻度の高いレジスターならほぼ同等です。Z80 にあるインデックスレジスターや IO 命令、ブロック転送命令など CPU の実装面積が大きくなる機能を削除した感じです。Z80 のプログラム経験があれば苦労なく開発できるレベルで似ています。次に画像処理周りの話です。画面の解像度は 160×144 ドットと他のゲーム機ではあまり見られない独特なサイズです。当時の液晶で実現できるドットの細かさや本体に収まる画面サイズ、液晶の価格などを考慮した結果だと考えられます。VRAM は 8KB でファミコン本体に搭載された 2KB の VRAM と比べると4倍もあります。ただし、ゲームボーイにはファミコンのようなキャラクタロムがないので、8KB の VRAM のうち 6KB に描画したい画像を格納する必要があります。そのため、ファミコンでは背景とスプライトで合わせて 8×8 ドットのパターンを512枚使用できるのに、ゲームボーイは384枚しか使用できません。一見すると、ファミコンの方が多くのパターンを扱いすごいように見えます。背景で256枚のパターンを異なるパターンでタイル上に敷き詰めても 128×128 ドットしか埋め尽くすことができません。これはファミコンの画面全体の 26% でしかないのにゲームボーイでは 71% のサイズにもなります。さらにゲームボーイでは VRAM に必要なパターンに集めて表示できる自由度があります。このことからゲームボーイの方が画面比率では大きな画像を表示しやすいと言えるのです。これはスプライトにも当てはまります。同時表示できるスプライトはファミコンが64枚に対してゲームボーイは40枚と少ないですが、画面を埋め尽くす画面の比率はゲームボーイの方が上になります。また、1ラインに表示できるスプライト枚数はゲームボーイの方が多いので、かなりゲームボーイも頑張っているんですね。次に音源の話です。ファミコンの5チャンネルに対してゲームボーイは4チャンネルの音を流すことができます。どちらも区形波2チャンネルとノイズ音源1チャンネルを搭載しています。そしてファミコンの三角波に代わってゲームボーイには波形を自由に作れる波形メモリ音源が搭載されました。ファミコンにあった TPCM 音源はありませんが、ゲームボーイでは波形メモリ音源がその役割を担当します。チャンネル数は1つ減りましたが、波形メモリ音源とステレオサウンドにより音色の自由度と音の広がりを表現する能力は強化されているのです。次に通信の話です。ゲームボーイには通信ケーブルを使った有線通信の機能があります。後のポケットモンスターではこの機能を使ってポケモンの交換や通信対戦が実現しました。実はこの通信機能は任天堂が最初から要求して設計させたものではありません。シャープ製の DMG、CPU にもともと備わっていたシリアル通信機能を利用したものです。
しかし、ハードウェアは単純な1バイトのデータを送受信するだけだったので、社内からは使いこなすのが難しいと否定的な意見もありました。しかし、開発責任者だった岡田さんの判断で、通信端子は製品に残されたのです。岡田さん、グッジョブです。最後は、デザインの話です。ゲームボーイは当初、両手で持ちやすい横型の本体も想定されていました。しかし、部品を最もコンパクトに収められる形を技術担当者が検討した結果、あの縦型の配置が最適解になったそうです。そして、その設計案をデザイナーに見せたところ、本体右下を丸くするデザインが加えられたそうです。多くの専門分野の技術者の知恵の集約で完成されたのがゲームボーイだったんですね。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。では、またね。